ご紹介ありがとうございます。私、東京大学の、田野井と申します。振り返ってみますと、実は私、第1回で登壇させていただいて以来、実は12回ぶりに話させていただくということで、非常に長い年月を経て、また登壇させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で、本日私の、ご紹介する内容でございますが、稲の植物栽培におけるセシウムイオンの動態と分子機構の考察ということで、実は用紙集も含めて、書いた後に、やはりこれはちょっと専門的すぎると思いまして、だいぶ今日の発表は分かりやすい言葉で発表していきたいと思いますので、どうぞお付き合いいただければと思います。で、本日のお話でございますが、もうすでに信濃先生や根本先生お話しされている内容とかなり重なるんですが、一つ目で、福島県の玄米の状況、2つ目で低セシウムがなんで必要かというお話をさせていただいた後に、3番目としましてセシウムが玄米までどういう経路をたどっていくんだろうかという研究をしてますので、それのご紹介で4番目にその中で吸収と転流という話をさせていただきますので、その転流というものを司っている役者をどうにかすれば玄米までセシウムはいかないんじゃないかという話をさせていただきまして、あと5番目、今後の見通しということで、やはりこの報告会は、まだオープンにできないような内容でも取り組み中のことでもどんどん話して、現在の我々の業界ではこういうことが進んでいるよっていうのをご紹介する場面であると思ってますので、可能な限りなところで今後の見通しについてご紹介させていただければと思います。すでに、お話にありました通り、2011年には検出限界されないようなお米が、それでも8割はそうでして、100ベクレル以下のものも多少ありますが、100ベクレルを超えたものはもっとすごくわずかと。ただその次の年にはほとんどが検出もされないようなお米ですので、2012年以降は、ほぼ全ての玄米が検出限界以下だったという、この事実は押さえておきたいと思います。もちろんここの少し赤く見えるこの線の部分で非常に重要なことはあるんですが、おおむね玄米のセシウム濃度は低いということでございます。でこちらは、先日伊達市にお願いして全袋検査を見学した時の模様でございますが、このような場所を借りて全袋検査機がたくさん動いてお米がバンバン検査されているわけでございます。すでに、篠野先生からもご紹介ありましたが、2012年からこの全袋検査がスタートしまして、2014年にこの2袋だけ先ほどのあれですね、自家消費米、その後2015年以降はゼロ袋で本年度もゼロ袋ということで、福島県で生産されるお米はもう文字通り 100% ゼロ100ベクレルを超えるものはないと言える状況にあるということでございます。ということで、東日本と言っていいと思うんですが、の水田の多くではセシウムイオンが土壌への固定が強かったということや、本日たくさんお話がありましたが、カリウムの積というものが福島県、とりわけ福島県では徹底されたということもありまして、ちょっとずれててすいません。現在、お米の安全性というのは完全に保たれているんじゃないかなと思います。その結果、こういうシールが貼られていまして、先ほど登壇された二瓶先生の福島県職員時代の最後の仕事がこのシールを作ったことだと伺ってますので、ちょっと貼ってみました。で、とはいえ、低セシウム米というものが何で必要なんだろうかという話をしたいと思います。根本先生のお話にもありましたが、一部の水田ではカリウムを施肥しないと心配な状況というのが依然続いております。でそれにも増して、稲というのは日本だけで使われているわけではございませんで、世界の土壌は様々ございます。こちら IAEA という、国際機関が出しているレポートの中から持ってきたものですが、すいません、ずれていいです。すいません。この移行係数という土壌の濃度と食べるものの濃度の、幅というのは、1はいかないんですが、0.61 から0.00001とかまで非常に幅広いわけでございます。これを例えば5000ベクレルの土壌に仮定しますと、最大では5000ベクレルパーキログラムの土壌の水田で、3000ベクレルの玄米が取れるリスクが、世界の稲の生産上ではあり得るということです。そういうことも考えますと、低セシウム米というものが、育種として育種といいますか新しいお米として選んでおく必要があるかと思います。そして、本日もこのグラフはこの図はほとんど出ているようなものなんですが先ほど信濃先生がご紹介されたグループの報告書でもこちら世界の稲の
コレクションでセシウムの濃度をわーっと調べますと、こちら日本の稲なんですが、日本の稲は非常に少なくて、世界にはたくさんセシウムを吸収してしまう稲があるとか、こちらは我々東京大学農学部の藤原先生のグループですが、そちらでもいろいろな稲の品種を調べると、このようにさまざまなバリエーションがあります。こちらこちらとこちらの上の段まではセシウム133ということで、もともと土壌に含まれている原発由来でないセシウム、放射線を出さないセシウムのデータですが、こちらでは福島原発由来のセシウム137も測定しておりまして、というか私もその一部ではあるんですが、参加した1名でもあるんですが、このようにおおよその、同じような傾向がございます。また、根本先生が試験されたデータも福島県農業総合センターの研究報告ということでオープンになっておりまして、このようにインディカ米とジャポニカ米でどのようなセシウムがあるかというのが品種監査があるということが分かっております。でこのような品種監査というのがどうしてあるのかというところを考えていきたいと思います。で本日はそこの玄米に到達するまでの経路というものを考えていきたいと思います。こちらちょっと動画になっていて恐縮ですが、こちら水田のつもりでして、セシウムが根から根っこに入る段階で、根っこから葉っぱに行く段階もあるんですが、今回はそれを省略してまして、で最後葉っぱから新しい組織、お米やまたは古い葉から新しい葉へ行くと、このようにして、植物体内の中ではセシウムは動いていると思われます。そのうちこの土壌から根に入る過程、こちらを本日のお話では吸収という、用語を使わせていただきます。でその後吸収されたセシウムは、葉っぱに行くわけですが、その葉っぱの古い葉から新しい葉、もしくは葉っぱから穂、こちらに植物の体の中で移動することを転流という言葉で、今日のお話はさせていただきたいと思います。それぞれの過程について、詳しく見ていきたいと思います。でこちらの研究につきましては、それぞれこれは日本の標準的なお米ですが、それを私も所属するアイソトープ施設の中で人工的にセシウムを水に加えて、この葉っぱの中のどこにセシウムが行くかというものを観察したものです。そのうちこちら縦軸の高さがセシウムの一つの植物体の一つの稲の中のセシウムの全部の量を示しています。そのうち、葉っぱにとどまるもの、茎にとどまるもの、穂に行ってしまうもの、そのような図でございます。そうしますと、根の付近のカリウムを低くしておきますと、セシウムは植物体内に入った後に非常に穂に蓄積する割合が増えます。そしてカリウムを入れておきますと、その量、まずその背の高さが低くなるということで、一つの植物体が吸収するセシウムの量が減るということでございます。よってこちらの図ではちょっと私変なこと言いましたが、吸収が見れるということで、水耕域、水栽培の中のカリウム濃度を高くすると、植物体内に入ってくるセシウム量、つまり根を介したセシウムの量が少なくなるということです。でこちらを100分率に直したものなんですね。これを引き伸ばして、これを引き伸ばしたものがこちらでございます。そうするとカリウム濃度が低いところでは植物体内に入った後に、半分、4割ぐらいは穂に行ってしまうと。一方、カリウム濃度を高くした場合では2割から3割のぐらいがセシウムが穂に行きますが、残りはいわゆる藁の部分にとどまっていると、そういった図でございます。このようにカリウムを福島県では施肥してから水田の栽培をするわけですが、このような植物体で起こっていることだけを見ても吸収も減るし、穂に行く割合も減ると、この2つの過程を減らすことができるということが分かります。そしてここからは用紙にも書かせていただいたそのカリウムとセシウムの分子機構についてなんですが、なるべく分かりやすく話したいと思います。でセシウムのまず吸収、すなわち土壌から根っこに行く過程を考えたいと思います。で実は1941年とか1960年とか、もう非常に古い時代からセシウムの吸収の、様式という言葉を使って非常に濁しているんですが、セシウムの吸収のパターンですねが、カリウムと非常に似ているよっていう報告は非常に古くからございます。もちろんその後、グローバルホールアウトを受けたり、チェルノブイリ事故があったり、もちろん今回の福島の原発事故があったりして、やはりそれが何回も何回もさまざまな状況で確認されている状況です。
じゃあそれを担っているのは何だろうかっていう研究も1980年代ぐらいから行われておりまして、でそれなりにしっかりと証明されているものは1998年から出ております。でこちらはカリウムを通すための通り道をセシウムが通っているんではなかろうかと、そういった報告でございます。でこちらは本日司会をしている小林先生から借りてきたスライドですが、植物の研究をしている方はもちろん知っていることだとは思うんですけれども、なんとなく植物は水とともにイオンを吸収するようなイメージがあると思うんですが、実際は植物も人間も油の膜でできた細胞というもので構成されておりまして、その油は水を弾くわけですので、水に溶けているカリウムイオン、セシウムイオンは通らないと。そのためにそれらのイオンを通すための穴をタンパク質で作っているのが我々の細胞です。でこのカリウム用に作った穴を通ってセシウムが吸収されているよっていうのがすでに報告されております。これは根っこの断面ですと、こういうところにそういう穴が開いているわけです。よって土壌から植物へというセシウムはカリウムの通り道を通っているようだという知見がこれまでにございます。一方ですね、葉っぱから穂にカリウムもしくはセシウムが移行する、こちらは本当に私の調べが甘いのかもしれませんが分かっていないというのが現状です。どういう道を通ってどうしたら穂にセシウムが行くんだろうか、その通り道というのがまだ明らかにされておりません。ということで、この通り道もしくはその通り道通ってきたものをカリウムなら通す、セシウムなら通さないという、いわゆる門番のようなもの、そういったものがないのだろうかと。そういった門番を見つければうまくカリウムだけ通してセシウムを通さないなどということができるかもしれません。そういった研究例です。で、我々はさまざまな稲の品種においてこの天竜の差があるものを探しました。で、本日ちょっと品種 A、品種 B としているのは、ちょっと風評被害を防ぎたいという気持ちもあって、品種名は出さないんですが、別に隠しているわけではございません。A という稲と B という稲で、人工的にセシウムを与えたときに、このように穂に行くセシウムの割合が違うものを見つけてきました。でこちら、このように100分率にしますと、品種 A の方は穂には1割から2割しかいかないのに、全く同じように育てた品種 B の方では穂にその倍ぐらいいってしまうと。そうするとこの稲とこの稲をよく比較するとこの天竜というものを解き明かせるんじゃないかということでこの後のデータになります。でこの穂のどこにあるかというのを少し分解しました。もちろん穂の中には玄米がありまして玄米の中にはもみ殻とすみません、穂の中にはもみがありますね。でそのもみにはもみ殻と玄米に分かれるわけです。そしてこのもみ殻と玄米に分けてそれぞれセシウム濃度を調べたところ、この品種 A と B でもみ殻の濃度はある意味幸いなことに濃度は変わらなかったんですが、この中に入っている玄米に倍ぐらいの濃度の差がありました。すなわちお米の穂まで来たセシウムの中でそのセシウムがもみ殻に行くのか玄米に行くのかって選ぶところでこの品種 A の方は玄米に行かせないようにしているということが分かります。でこちら私実験室の中でやっておりましたので、これは田無というのは我々の付属施設の生態調和農学機構のことなんですが、そちらで天然のセシウムについても調べてみたところ、やはりもみ殻ではあまり差がないんですが玄米では A という品種はセシウムを取り込む量が半分ぐらいに減っているということが分かりました。でこれがちっちゃい植物の時どうだろうかということで、小さい植物の時の古い葉っぱから新しい葉っぱという天竜にどれぐらい差があるかというのを見てみました。このグラフちょっと分かりづらいんですが、古い葉っぱでは A という品種はセシウムの量が多くて、で新しい葉になるにつれて少ないものです。で一方この B という品種は古い葉では少しセシウムの量が少ないんですが、新しい葉になるにつれてセシウムの量が多くなるということが分かりました。すなわち古い葉から新しい葉へ品種 A の方は天竜が少ない、一方品種 B の方はたくさん新しい葉にセシウムを送ってしまう、そのような品種だということが分かったわけです。
じゃあ根から吸収する量はどうなんだろうかということで、こちらも放射性物質を人工的に使って調べたところ、水栽培で調べたんですが、A と B の品種で根がセシウムを吸収する能力や活性量は全く一緒でした。これらまとめますと、差がある項目としては、穂へ移行するセシウムの量や、この中でもさらに玄米に行くセシウム量、またちっちゃい植物の時には古い葉から新しい葉へ行く量、こちらでは差があったわけですが、一方でもみ殻では差がないとか、根が吸収するところでは差がない、このような2つの品種を見つけることができました。この2つの品種を比べることで、セシウムがどうやって玄米に移行するんだろうかっていうそのメカニズムを解き明かすとともに、こうしたら玄米にセシウムが行きにくいんじゃないかっていうことを解き明かせるんではないかと思っております。でここからは根本先生の、親の品種とこを掛け合わせて雑誌を作るという話と全く一緒でして、素晴らしい説明があったので、それを私なりに説明するとこのような稚拙になって恐縮なんですが、このようなやり方です。その見出した2つの稲2つを掛け合わせます。交配させます。そうするとたくさんの子どもたちができるわけです。そのできた子どもたちは稲は自分に受粉できますので、何回も自家受粉で育てまして、で2つの稲を親とした、安定した子どもたちというものがたくさんできるわけです。でこの子どもたちというのはある意味雑種なわけですね。たくさん転留してしまうものと転留しないものの雑種がたくさんできるわけです。その雑種の人たちの遺伝情報とその人たちがセシウムを転留をどれぐらいするかなっていうこの2つの要素を見比べることでセシウム転留を司る遺伝子、門番のようなものが見つかるかもしれないっていう試みをしています。ここまで話しておいて研究者の方は期待されると思うんですが、まだ遺伝子は見つけておりません。で、このように子どもたち173子どもをセシウムの転留量を調べますと、やっぱり転留しにくいものとしやすいものの間に雑種ですので子どもたちは入ってくるわけです。このような正規分布を取るんですが、このように子どもたちがいますというグラフが取れます。また、玄米にセシウムは生きやすいもの、生きにくいものという指標で120の子どもたちを調べてみても、やはり品種 A は生きにくく、品種 B は生きやすい。それを超えるものもありますが、おおむね間に入ってくるということで、このような子どもたちがいるわけです。で今度はこの子どもたちの中の遺伝情報を、今はいろいろ流行っている次世代シーケンサーとかを駆使しまして調べます。でここはちょっと、一気に飛ばすんですが、そういったものを使いますと、おおよそ我々の体を構成している遺伝情報のどのあたりが違うとセシウムの転留に差がありそうかっていうことがおおよそ分かってきました。我々は第10染色体のこのあたりとか、そういうことが分かってきたわけですが、ここから先まだ現在研究を進めているところでして、まだまだここから道のりは長いと思っておりますが、最終的にセシウムの転留を左右するような、もしかしたらカリウムの通り道はないかもしれませんし、カリウムの通り道かもしれません。そういったものが見つかるかもしれないと思っております。で最後に、今後の見通しについて、簡単にお話しさせていただきたいと思います。実はカリウムが低い環境においてセシウムをかなり低く抑えられるっていう稲は、近く誕生するのではないかと思っています。先ほどの信濃先生の発表で、今年の春の学会で紹介がありそうだよっていうことも含めまして、またシロニナズナではすでに、シロニナズナという雑草ではすでに報告済みでして、で私もそのシロニナズナの雑草を手に入れる機会がありまして、共同研究者の人と一緒に福島県の土壌で雑草を育てたわけですね。で葉っぱの濃度を調べたら、私も本当に論文通りでびっくりしたんですけれども、そのカリウムの通り道の一つをなくしたものというのは、39分の1ぐらい、セシウムの吸収が抑えられていました。ですから、カリウムを欠乏させた場合に限るとは思うんですが、その場合ではおよそこの一つの通り道がセシウムのメインな通り道であるということが言えます。でこれは私が発見したわけではなくて、もうすでに、冒頭で紹介したようにシロリヌナズナという植物で報告されている事象でございます。ですから、これを稲でこういうことが起こるような、ことは、近くできるんじゃないかと思っております。ただ一方で注意点は、このシロリヌナズナはカリウムが低いと育ちが悪くなる。要するにカリウムの通り道を消しているので育ちが悪くなるということも報告されておりますので、単純にそういう稲を作ればいいというわけではないかもしれません。
で、次の通り道として、カリウムがあるのにセシウムが玄米に検出されてしまう水田ってものが国内にも存在しますし、海外広く見ればたくさんあるでしょうと。で、このようにカリウムがあっても入ってしまって、でその後玄米にどのように活かせないかっていうのを開発するのはまだまだ時間がかかるかと思います。その一つは、私どもも取り組んでますが、入ってしまったものが食べる部分にいかなくするためにはどうすればいいかという研究を、今後進めなきゃいけないと思っておりますし、こちらはカリウムが低い場合ですが、カリウムが十分にあってもセシウムが入ってきてしまう場合の通り道はどういうものがあるんだろうかという研究をさらに進めていかなければならないんじゃないかなと思っております。これは非常に私が言えるギリギリなところでして、この辺りの一般的な雑誌での報告などはこの1年2年でたくさん世の中に出るものと思っております。ということで、最後ですが、こちら最近スウェーデンの方々と交流することもあって、いろいろ海外の方の状況を聞くんですが、日本の全袋検査を聞いてまずびっくりすることと、本当に福島県で稲作があることにびっくりすることと、そこで100ベクレルという基準値が、まず100ベクレルという基準値にまずびっくりすることと、その基準値を全部下回っていると、1000万袋測っているという事実にびっくりされます。ですから、そういったことをやはり、それの良し悪しはさておきまして、こういう、チェルノブイリで有名なスウェーデンをはじめ、やっぱ海外にどんどん広げていくと、そういったことをびっくりするということを学生にも知ってもらいたいと。そういうことも含めまして、どんどん国際的な活動で、日本の現状っていうのを伝えるような活動も展開していきたいと思っているところでございます。以上、ご清聴ありがとうございました。